古代海を渡った人々の痕跡はめったに遺跡として残りませんが、人々が運んだ植物だけは何千年もの時を超えて記憶を残すと言います。こんにちは。世界をつなぐ古代の話です。今回はそんな植物たちを手がかりに海の民の壮大な航海をたどっていきます。名も知らぬ陶器島よりと歌われたのはココヤシの実。愛知県の海岸で黒潮に乗って流れ着いたものを読んだものだったといいますが、ココヤシはもともと世界中どこにでも生息していたものではありません。人の手で運ばれたものが多いのです。カリブ海のココヤシさえ植民地時代にヨーロッパ人の手で運ばれたものでした。そしてハワイのココヤシはポリネシア人がカヌーで運んできたものだったと考えられています。ではそのココヤシはどこからやってきたものだったのでしょうか。2011年発表の世界89カ国1322本のココヤシの DNA を調べた大規模な研究がありました。その結果、ココヤシは太平洋系とインド洋系という2つの大きなグループに分かれることが分かりました。氷河期にはこの2つの系統が分かれる地域の中心にスンダランドと呼ばれる巨大な陸地が広がっていました。このことから研究者たちはスンダランドを含む東南アジア一帯がココヤシの重要な起源地域の一つだったと考えています。ココヤシというのは海に落ちてから3ヶ月以上も漂流して数千キロメートル流されても発芽して砂浜に新たな命を根付かせることができる植物です。海面上昇によってスンダランドの沿岸部や低地が水没していった時、どれだけ大量の実が海流に乗って漂着し、新たな海岸で芽を出していったことでしょう。土地を失った人々は海と共に生きる新しい暮らしを築いていくことになります。そうした長い年月の中で船を作る技術や航海の知恵が少しずつ発達していったものと考えられています。そしてその航海を支えた植物の一つがココヤシだったのです。硬い殻の中に守られたココナッツウォーターは航海者にとって貴重な水分源となり、その繊維は丈夫で水に強く、ロープなどカヌーの道具作りにも帆を編む材料にもなりました。そしてココヤシは航海者の暮らしを支えた植物であると同時に、航海者と共に海を渡った植物でもあったのです。食文化の話を続ける前に、その暮らしを運んだ人たちについて少しだけ見ておきましょう。それがポリネシア人の祖先にあたるラピュタ文化の人々です。太平洋の島々での人類の移動といえばラピュタ文化が有名です。ラピュタ文化とは幾何学模様が刻まれた特徴的な土器を残したポリネシア人祖先たちの文化です。その始まりは紀元前1500年頃、日本では縄文時代後期から晩期にあたる頃に相当します。ニューギニア島の北東にあるビスマルク諸島というところに現れ、その後ソロモン、バヌアツ、ニューカレドニア、フィジー、トンガ、サモアへと数千キロにもわたって広がっていきます。この移動がわかるのは各地から同じ特徴を持つ土器が見つかっているからです。でも土器だけが出てくるんじゃありません。土器と一緒に共通して見つかるものがあるのです。それはタロイモ、ヤモイモ、パンヌキ、バナナ、ココヤシを栽培して豚、鶏、犬を飼っていたという痕跡です。どの島の遺跡でもほぼ同じ組み合わせの生活の跡が見つかることから、同じ文化を持つ人々が暮らしそのものを船に積んで海を渡っていったのだと考えられています。なぜ同じ植物の組み合わせだったのか、それはその調理方法を見てみるとよく理解できます。調理の基本は熱した石を使った蒸し焼きです。土器の代わりに食材を包んだのは大きな葉っぱでした。肉や魚は香辛料と一緒に包み焼き、芋類は蒸し焼きにします。食材を包むのに使われたのは主に幅が広くて丈夫で熱にも強いバナナの葉っぱでした。1食分ずつバナナの葉で包めば保存食になります。航海に出るときはそのまま運ぶこともできました。もちろん青いうちに収穫したバナナの実も航海には欠かせない
食料となりました。パンの木というのは木からもいでそのまま食料になる便利な木の実です。石焼きにして食べるもよし、柔らかく熟すのを待ってから食べてもよし、これもまた航海には欠かせない食料でした。バナナやパンの木、ココヤシについては常に新しい島ですぐ利用できるよう、渡っていくときには必ず根株や苗が運ばれていたと考えられています。ラピュタ人が運んでいた植物は保存が効く、船の上でも調理いらずで食べられる、新しい島に持って行ってもすぐ収穫できるといった条件を満たした植物ばかりだったということがわかります。伝統食なら何でも運ばれたわけではないようです。ラピュタ人のふるさとビスマルク諸島海域にはサゴヤシという木の芯から取った澱粉が伝統食として受け継がれていますが、サゴヤシは10年以上育てて切り倒し、収穫は一度だけという植物です。そのためなのか、ポリネシア全域へ広く運ばれたというわけではなかったと考えられています。ところがこのラピュタ土器が見つかるのは紀元前500年頃までです。その後ハワイ、イースター島、ニュージーランドなどへ渡っていた時代にはすでに土器を持たない文化だったということが分かっています。それでもラピュタ人が運んだ植物と家畜の文化はそのまま受け継がれていったのです。南太平洋の島々からハワイまでその距離およそ4000キロ、航海には1ヶ月以上もかかります。赤道直下の不安定な天候と波、そしてその途中には立ち寄れる島もありません。航海者はひょうたんや竹を利用したタンクに雨水をため、ココヤシ、バナナ、タロイモ、パンの木、そして干した魚を主な食料として、途中で新鮮な魚が入ればタンパク質を補う、そんな方法で数週間にもわたる長いカヌーでの旅を乗り切っていたのだと考えられています。もちろんカヌーの上では火は使えません。カヌーに乗せられた鶏や豚などは航海中の食料ではなく、新しい島で飼育したり儀式や宴会のご馳走にするために運ばれていたものでした。到着先での再会や賑やかな宴会、そんな思いがあるから乗り切っていけたのかもしれませんね。ポリネシア人にとって海を渡ることは特別なことではありませんでした。一度移住したらそれで終わりというわけではなく、元の島や周辺の島々との行き来を続けて、婚姻関係を通じて島同士のネットワークを築いていたのです。小さな島で孤立して暮らせば、台風や干ばつなどの災害がやってきた時、逃げる場所がありません。島の中で婚姻を繰り返せば、血縁も偏ってしまいます。島同士の交流を維持するということは、彼らにとって生き残るために欠かせない活動でした。だからこそ結婚や祭り、共通の祖先を祀る儀式など、航海に出かける機会がたびたびあったと考えられます。ラピュタ文化の時代からの食文化が変わらずに引き継がれていった理由もそこにあったのかもしれませんね。そして運ばれた植物を見てみると、太平洋へ広がった人々の暮らしは芋類や木の実などを中心としたものだったということがよくわかります。ところがこのことは私たちが思い描くオーストラネシア人のイメージとは少し違います。それはおそらく台湾にいた人たちが稲作による人口増加で新しい土地を求めて海へ乗り出したというイメージがあるからではないのでしょうか。一つの民族の移動が進んだ文化を広めたというモデルはまさにこのポリネシア人のケースでした。でもその暮らしの中心は稲ではありません。タロイモやバナナ、パンの木、ココヤシなど、これらがいかに海を渡る暮らしに適した植物だったかということについてはこれまでお話ししてきた通りです。そしてその彼らの食文化こそが長距離航海を可能にして共通の文化を維持する原動力にもなっていたのです。オーストラネシア人の起源が水没したスンダランドにあると考えるエデン・イン・ザ・イーストの著者ステファン・オッペンハイマーはこんな点に注目しました。こうした食文化が台湾から広がったのであれば、台湾の古い言語にはバナナやパンの木、タロイモを表す古い言葉が残っているはずです。ところがこれらの植物の古い呼び名は台湾の言語よりもむしろフィリピンより南のマレー、
ポリネシア語に共通して広く残っているといいます。この言語学的な検証はニューギニアのクック湿地帯などでタロイモをはじめとする熱帯作物が古くから栽培管理されていたことを示す近年の考古学的な研究とも重なるものです。オッペンハイマーはこうした植物と言葉の広がりから人々の海洋文化そのものがスンダランド周辺で育まれた可能性を指摘しています。もちろんこれは議論のある仮説ですが、時には定説とは別の角度から見てみるとこれまで見えなかったものが見えてくるかもしれません。今回はラピュタ人と台湾起源論シリーズ食文化編でした。次回は土器編をお届けします。最後までご視聴ありがとうございました。また別の動画でお会いしましょう。